どうも翔太郎です。いや皆さん、コンプのアタックとリリースなんとなく動かしてますよね。自信を持って動かせる人って意外と少ないんですよ。という僕も何を隠そうそうだったんですけど、実はこの2つ動作の仕組みさえ分かれば確信を持って動かせるようになります。今日はその辺を根っこから話していきます。質問がありましたらコメントの方にお願いします。それでは行こう。で、今日はコンプシリーズの3本目です。まだ見ていない方は1本目と2本目の動画アップしてあるんで、ぜひそちらを見てからご視聴ください。今日お話しする内容はこんな感じ。アタックリリースの正体。まず定義をしっかり理解しましょう。で、次。音の前後感、存在感。音量と時間でミックスの距離が決まるっていうお話ですね。で、3つ目。用途別の設定の見極め方ですね。これも動作が分かれば、おのずと設定は決まってきます。では一つ一つ見ていきましょう。まずは定義の復習からいきたいと思います。コンプは下げる道具なんですね。だから、アタックリリースとかの時間も下げを基準に見ます。アタックは圧縮が完了するまでの時間。音量を下げるスピードってことですね。リリースは圧縮を終えて元に戻るまでの時間。音量を戻すスピードっていうことです。両方とも音量を下げるってことを基準にした考え方なんですね。で、この圧縮を完了するとか、圧縮を終えて元に戻るまでの時間っていうのを、もうちょっとわかりやすく説明したものが次にありますので、見ていきましょう。これですね、アタックリリースの動作。フェーダーで考えるとイメージしやすいかと思います。まず、フェーダーが 0dB のところにあったとして、スレッショルドを超えた瞬間に、大きい音が入ってきたんですね。じゃあ下げますって言って下げるみたいな形です。で、スレッショルドを下回りました。下回ったら、今度こうなってるのを、スレッショルド下回ったんで上げますって言って戻す。みたいな感じですね。つまり、単純に音量を上げ下げしているだけなんですよね。これをフェーダーで考えると分かりやすいんで、ちょっとお話しさせていただきました。ちなみに、この2つの図なんですけど、この図の理解を深めるための動画をちょっと差し込みたいと思います。ここにサイン波を、2種類用意しました。で、前半がマイナス 10dB でなっているサイン波。で、後半がマイナス 20dB でなっているサイン波になります。で、ちょっと一回流してみます。こうやって流すとですね、このように音が鳴っているところが濃い青で四角く表示されます。で、これにコンプレッサーをかけていきます。コンプレッサーはですね、スレッショルドをマイナス 18dB に設定してあります。こちらのマイナス 10dB のサイン波の方はスレッショルドレベルより高い状態なので、こちらはコンプが圧縮され、こちらのマイナス 20dB の方はスレッショルドレベルより低いので、コンプは効いてこないということになります。で、このコンプをかけた時のこちらのメーターの動きを見てください。はい、このようにですね、コンプレッサーがかかると、ここが音が削れているのがわかると思います。そして、ここでスレッショルド値を下回ったので、今度はコンプが戻しているということになります。ここからの解説で登場する図は、これを表しているので、こちら理解してからご覧ください。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずアタックタイムですね。圧縮が完了する。音量を下げ終えるまでの時間っていうことですね。で、アタックタイムが最遅、中間、最速ってあるんですけど、この図で見ていただくと、どういう風に音が鳴っているのかなっていうのがすごくわかりやすいので、ちょっと見ていきます。まず、アタックが一番遅いものですね。スレッショルドを上回る音が入ってから、ゆっくりスレッショルドで設定した値まで下がっていくっていうことですね。次、アタックタイム中間です。さっきよりも早めにスーッと下げていくという形ですね。で、アタックタイム最速ですね。これはもういきなり頭がちょっと切れちゃってますね。もうほとんど残ってません。このままピュッといきなり下げるみたいな形になります。これを見ていただくとわかるんですけど、アタックタイムを遅くすればするほど立ち上がりの音が残るということになります。逆にアタックタイムを早くすればするほど立ち上がりの音がどんどん消えていくっていうことになります。たまにこれを逆に考えている方がいらっしゃったりするんですけど、アタックタイムが速いとアタック感が強くなるって思ってたりする場合があるんですけど、これがちょっと逆になります。アタックタイムが遅い方が元々の音が残るので、その分がトランジェントの部分のアタックとして残りやすくなっ
ってパキッと聞こえてくるっていうことですね。逆に速くなるとそこが消えるんで、頭のパチンという部分はどんどんなくなっていくという形になります。なのでちょっとこの下の例を見ていただくと、音源のアタック感を残したいような場合はアタック遅めに設定するってことです。で、全体的にカチッとまとめたい、あまり凹凸のないような音にしたいような場合はアタックタイムを早めてあげるといいということになります。なんとなくアタックタイムを設定するときにこの2つ覚えておくと参考になるかなと思います。次、リリースですね。圧縮を終えて元に戻るまでの時間ということになります。リリースが最速、中間、最遅ですね。これも一つ一つ見ていきます。リリース最速だと、これちょっと見にくいんですけど、ここが少しだけヒュッと戻ってるの分かりますか？もうすぐ戻すっていう形ですね。さっきのフェーダーで言うと、もうすぐに上げるみたいな感じです。で、中間はさっきより緩やかにスーッと戻していきますね。で、最遅なんですけど、これはもっとゆっくりゆっくりゆっくり戻していって、ここで音が切れています。で、ここでちょっとわかるのが、本当はこれぐらいのレベルまで戻らないといけないのに、戻りきる前に音がなくなっちゃってますね。で、リリースとかを遅くしすぎると、こういう問題があって、こうなると、例えばスネアドラムが2、4で鳴ってるような時に、2拍目でスネアドラムにコンプがかかって、それが戻りきる前に4拍目のスネアが鳴ってしまって、4拍目のスネアの頭が消えてしまうみたいなことがあったりするんで、これはちょっと要注意ポイントになっております。これも実際使う時にどういう考え方をするかっていうと、例えばダイナミクス抑揚をつけたいような場合はですね、リリースタイムは早めに設定します。リリースタイムが遅い場合っていうのはずっとフェーダーが下がった状態になるんですね。そうすると本当は大きい音とかも小さいままになっちゃうんで、抑揚がなくなっちゃうんですね。なんでリリースタイムを早くすることによってフェーダーを早く戻して元々の抑揚を活かしてあげることができるようになるってことになります。で、今度カチッとさせたい、抑揚を抑えたいっていう場合ですね。その場合は逆にリリース遅めとなります。ではこの動きを実際のミックスの何に使うのかというと、音の前後感と存在感のコントロールに使います。アタックは主に前後感をコントロールします。で、リリースはどちらかというと存在感ですね。密度とかサステインが伸びるか少ないか、存在感をどれぐらい残すかみたいなところで関わってきます。で、このミックスの前後感っていうのはちょっと分かりにくいかもしれないので、次の項目で解説します。まずはミックスの前後関係ってどういうもんなのかっていうのを考えてみたいと思います。例えば音量が大きいと近く感じる、近くで手を叩いてるとこをちょっとイメージしてみてください。で、音量が小さいと遠く感じる、遠くで手叩いてると音量って小さくなりますよね。この感じなんですよ。なんでつまり音量が上がれば近く感じると、音量が下がれば遠く感じる。で、この図のような感じですね。この図ちょっとバカみたいな図なんですけど、ミックスの前後関係を理解するにはすごくわかりやすい図だと自負しております。音量が大きいと近く感じる、音量が小さいと遠く感じるということですね。で、つまりコンプのアタックでトランジエントの音量をコントロールするっていうことは、ミックスにおける前後関係をコントロールするってこととニアリーイコールということになります。完全にイコールではないとは思うんですけど、だからコンプって音量の調整だけじゃなくて空間の設計までできるっていう実はすごいものなんですよ。じゃあその辺をアタックタイム、リリースタイムごとに見ていきましょう。アタックタイムで決まるのは音の立ち上がりの印象、音の前後感ですね。で、アタックタイムが遅めの場合は立ち上がりの音を通すので、立ち上がりの音が聞こえてきて音が前に出ると、輪郭が立ってくるってことですね。で、これは例えばボーカルとかアコギとか音を前に出したい時に使います。そういう前に出したい音があるときはアタックタイムは比較的遅めにした方がいいということです。で、アタックタイム早めは立ち上がりの音を抑えるので、いきなりフッとフェーダーを下げるみたいなことですね。なので後ろに下がるっていう効果があります。これは例えばベースとか、ベースって音まとめたいですよね。あとは奥に広げたい音みたいな時にはアタックタイムは早めにした方がいいということになります。アタックタイムを動かすって音の居場所を動かすっていう作業でもあるってことですね。
でリリースタイムで決まるのは音の持続感、存在感と抑揚っていうところですね。でリリースが早めのものに関してはすぐに戻すので、すぐにフェーダーを戻すんで抑揚を残すってことになります。そうすると生の呼吸感、息遣いみたいなのが戻ってくるってことになります。例えばボーカルとかアコギのアルペジオとか、そういうのはリリース早めにするといいんじゃないかなと思います。そしてリリース遅めは音量を落とし続ける、フェーダーが下がり続けるっていうことなんで抑揚が抑えられます。なんで逆に一定感みたいな、カチッと感みたいなのが出てきます。でこの辺はベースとかパッドとかそういうのに使えるかなと思います。例えばボーカルとかでリリースをすごい遅めとかにがっつりかけちゃったりすると全部がこう抑揚がなくなっていくような感じになって表情が消えちゃうんですけど、逆にコーラスとかもしくは機械が歌ってるような感じとかにしたい場合はそれが逆に生きてくるような場合もあったりします。そういう形でリリースでは抑揚とかそういう部分に結構効いてきたりするんですね。フェーダーをいつ戻すかっていうのを考えながらやるとその辺も理解できるんじゃないかなと思います。ではここでちょっとクイズを出してみたいと思います。実際の現場では全然これ通りにならない場合もあるんですけど、あくまで一般的に考えてどうかっていうのをちょっと考えてみてください。で、ヒントとしましては、さっきから言ってるようにスレッショルドを超えた音が入ってきたら音量を下げると、フェーダーを下げるみたいな。で、それがスレッショルドを下回ったら音量を戻す、フェーダーを戻すみたいなイメージですね。で、そうした時にどういう効果があるかっていうのをさっきのスライドとかを思い出しながらちょっと考えてみてください。では1問目、ボーカルのアタックタイム、リリースタイムはどのような設定がいいでしょうか。一回動画を止めて考えて答えを出してから見てください。では回答です。アタックタイム遅め、リリースタイム早めということになります。こうすることでニュアンスを最大限に残すことができます。アタック遅めで立ち上がりを通して、リリース早めで抑揚を残すってことですね。ボーカルの表情って音の強弱にあるんで、それを壊さないようにするのが基本になります。なので、ボーカルレコーディングの時のコンプの設定もこれを基本にするといいです。アタック遅め、リリース早め。これ覚えておくといいと思います。で、ちなみにリリースを最速にすると、ポンピングって言われる歪み感みたいなことが出たりすることがあるので要注意です。では次、ベースですね。これは安定感を出していきたいですね。さあどっちでしょうか。動画を止めてお考えください。はい、では回答を見ていきます。これはアタックタイム早め、リリースタイム遅めですね。アタックを抑えてローエンドの安定感を高めるっていうことですね。ベースってアタックをあまりガツンと立ててしまうと音量の上下が激しくなってミックスが安定しなくなっちゃうんですよね。で、アタック早めで立ち上がりを削ってリリース遅めでずっと抑えていくと均一なベースができて楽曲のローエンドが安定するっていう効果があります。で、3問目、タイトなスネアですね。これはどうでしょうか。動画を止めて考えてみてください。では回答です。アタック遅め、リリース中から遅めぐらいですね。これは立ち上がりを残して前へ出して、でボディは締めてタイトにするみたいなイメージですね。リリースをちょっと遅めにすることによってコンプがかかってる時間を長くしてタイトに抑えるみたいなイメージですね。でちなみにスネアのスナッピーの音をもうちょっと聞かせたいみたいな時は、リリースをやや早めにすると良いです。で、4問目。これはちょっと楽器ではないんですけど、音像を後ろに下げたい場合。例えば、ストリングスの人がいて、そのストリングスをちょっと後ろに下がってください、みたいなイメージですね。そういう時はどういう風にするでしょうか。動画を止めてお考えください。はい、では回答ですね。これはアタック早め、リリース遅めですね。立ち上がりを消して奥に置くっていうことになります。で、これは結構実践的な話で、ミックスの音の前後感を作るときに、リバーブだけじゃなくてコンプも使えるんですよ。アタックを早くして立ち上がりを落とすだけで、音が一歩後ろに下がる感じがするんですね。こういう使い方が自然にできるようになると、ミックスがより立体的になってきます。動きが見えていれば用途から逆算できるって書いてありますけど、本当にこれに尽きるんですね。コンプの動きをしっかり理解するようにしましょう。LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。はい、ではアタックとリリースの実際の動作を見ていきましょう。まずこういうスネを用意しました。単純なスネアですね。でこれに対してコンプを
かけていくんですけど、今回は Waves の R コンプってやつを使ってアタックリリース以外の数値は動かさないでやっていきたいと思います。ではまずアタックから、アタック現状最遅になっているんですけど、そこから徐々に速くして一番速いところまで持っていきたいと思います。音の変化を聞いてみてください。最遅です。速くしていきます。速くすればするほどどんどんアタック、頭の部分ですね、トランジェントの部分がどんどんなくなっていくのが分かったかなと思います。で、実際スネアドラムにかけるような時は最遅からスタートして徐々に速くしていくと、どっかでスネアのトランジェントの部分がパキッと抜けてくるような感じがあるんですね。そのタイミングまでどんどん速めていきます。ちょっとやってみますね。こことかだとちょっとトランジェントが死んじゃってる感じがしますね。なのでちょっと戻します。この辺ですかね。バランスがいいと思います。これでコンプオンオフで聞いてみます。まずオフ。コンプ入れてみます。なんかちょっとトランジェントの部分がパチッと抜けてくる感じがしますね。ではアタックをこの設定にしたまま今度リリースの方をやっていきたいと思います。リリースの方も最遅から徐々に速くしていきたいと思います。まず最遅ですね。徐々に速くしていきます。早めれば早めるほどスナッピーのザラっていう部分が聞こえてくるかなと思います。最遅と最早でちょっと比較してみますね。まず最遅。結構タイトですね。最早にします。どうですかね、後ろのザラっていう部分が聞こえてくるような感じがしますかね。この辺は結構好みの部分ではあるのですが、どれぐらいこうスナッピーの感じを活かしたいのかっていうので決めていくといいかなと思います。このテンポ感でスネを叩いている限りにおいては、この R コンプでは最遅にしてもリリースが戻りきる前に次の音が鳴るっていうことはないので、どこを選んでも基本的には大丈夫っていうことになります。どれぐらいこうスナッピーの音を聞かせたいか、タイトにしたいか、ちょっとルーズにしたいかっていうので決めるといいかなと思います。じゃあせっかくなんでこれでメイクアップゲインのも上げていきましょうか。もともとここにこの辺ですね。で、そうするとここがなってない、黄色までいっていないのでちょっと上げますね。でこれでオンオフで比較します。まずバイパス。オン。オフ。オン。こうやってアタックリリースを調整することによって音の前後感とかスナッピーの空気感みたいなものとかを調整していくことが可能になります。先ほどのコンプだとリリースタイムの戻りが結構早かったので次のスネアにかからなかったんですけど、今度逆にスネアにかかってしまう、リリースタイムが遅すぎてスネアにかかってしまうっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まずこの1176っていうコンプを使用していきます。まずリリースが最速になっているのでこれを徐々に遅めていきます。
んであれですね。ゲインリダクションメーターを見ていただいて、ここが今0なんですけど、こっちの左側に触れるとコンプがかかっていると。で、0になると戻っているっていうことになります。なので、このスネアからスネアの間に、ここの0に戻るようにすれば、次の頭に触れないということになります。なので、その値をちょっと探していきますね。これぐらいですかね。これぐらいでギリギリ戻るか戻らないかっていうところになりますね。なのでこれよりも遅くしてしまうと、このリズムのスネアの場合は次の音に被ってしまうのであまり良くないということになります。次のスネアのアタックを削ってしまうっていうことになります。なので、こういう風に次の音に被らないようにするときは、このゲインリダクションメーターを見て、次の音が来る前に0に戻るっていうのを確認することによって、適切に調整することが可能になります。で、もう一個なんですけど、リリースタイムを早めると、ポンピングっていうのが起きて、ちょっと歪んでるようなアグレッシブな音にすることができる場合があるんですね。基本的には、コンプが深く激しくかかっている時にリリースタイムを早めていくと、ポンピングによって歪んでいるようなアグレッシブな音を作ることができるようになります。これちょっと余談なんですけど、見ていきます。今、リリース再放送になってるんで、ここから早めてみます。どうですかね。これ今一番早くしたんですけど、すごいザラっていう音がちょっと歪んでるような感じに聞こえませんか？で、こういう音を逆手に使って、こうかっこいい歪んでるような音色を作ったりするっていうこともできるんですね。コンプって結構そういう部分が奥が深かったりします。リリースの調整ってちょっと見過ごされがちなんですけど、こうやって適切に処理していくことによって自分が意図した音を作っていく、意図した空気感を作っていくっていうことができるようになります。はい、ということで動作が見えれば前後感も存在感も自在になれるということでお話してきました。アタックは圧縮が完了する音量を下げ終えるまでの時間で、これは音の前後感とかに関係してきます。で、リリースは圧縮を終えて元に戻るまでの時間です。これは抑揚とか持続感とか、存在感みたいなところが影響してきます。で、アタックの音量で距離感が決まったりするんですね。で、コンプは距離もデザインできるものだっていうことです。で、次回はコンプの種類の話をします。コンプレッサーって結構いろんな種類があって、それによって特徴とか、音とかが結構違ったりもするんで、それを一通り知っておくと、どういう風に選べばいいのかなっていうのがちょっとわかるようになると思うんで、次回その辺のお話をしていきたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こんな感じでミックスに関わるいろいろな技術の話とか、もしくは仕事の進め方とか、あとはメンタルの話とか、そんな感じの皆さんのお役に立つような動画をどんどん作っていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。概要欄の方に LINE 公式とインスタの方もありますんで、そちらもチェックしてみてください。質問がありましたらコメントの方にお願いします。コメントにいただいた質問は今後動画を作る時の参考にしたり、もしくは直接ご返信する場合もあるかなと思います。皆さんの質問が他の方の学びになったりもするので、ぜひガンガン書き込んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。